こんにちは、黒助です。いつも動画をご視聴くださってありがとうございます。今回はクリエイティブな作業の効率化に役立つ左手デバイスオービタル2を購入し、実際に使ってみたのでレビューしたいと思います。ちょうどオービタル2の新製品オービタル2スターナの提供がクラウドファンディングで始まり、支援された方もいらっしゃると思います。オービタル2とオービタル2スターナは共通する機能も多いので、この動画がスターナを支援された方やオービタル2の購入を検討している方の参考になりましたら嬉しいです。今回の動画は次のような構成となっています。各テーマに目次を作っていますので、気になる部分だけでもぜひ見てみてください。はじめに、皆さんは左手デバイスという言葉を聞いたことがありますでしょうか？左手デバイスはイラストや映像などのクリエイティブな作品を制作するときに、ツールの切り替えや画面操作などのショートカットの入力が簡単に行える入力デバイスです。クリエイティブな作業を行うとき、キーボードのショートカットキーを使う方が多いと思います。例えば複数のキーを同時に入力するといった場合、かなり手を酷使してしまいます。さらに長時間作業するときはいろいろなアプリやコマンド入力を繰り返すことになります。このような作業時間の短縮と疲労の緩和を実現してくれるのが左手デバイスです。私はオービタル2を購入するまではサテチの10キーを左手デバイスとして使ってきました。この10キー自体はデバイスとしてすごく優秀なのですが、一つだけ大変な点がありました。何が大変かというと、10キーを左手デバイスとして使うためにはキーボードカスタマイズソフトで設定する必要があったんですね。具体的にはカラビナーエレメンツというソフトで設定するために自分でコードを書いて JSON 形式のファイルを作る必要がありました。このコードを書く作業がかなり大変で手間もかかるため、設定の見直しや編集自体が億劫になってしまっていたんですよね。このオービタル2がどういったアイテムかと言いますと、作業の効率化や腱鞘炎の解消などクリエイターが抱えていた悩みを解決するために開発された左手デバイスです。やっぱりこのジョイスティックを配置した斬新なデザインが目を引きますよね。オービタル2は小さくてシンプルかつシンメトリーなデザインなので、利き手を問わず操作ができる構造になっています。また操作をするときは手首をデスクにつけた姿勢で扱えるので、手首はもちろん腕の疲労軽減にも役立ちます。実際にデスクに置いてみても場所を取らないので、スマートなデスク環境になると思います。ここまで小さいとできることが少ないんじゃないかなと思ってしまいますが、オービタル2にはとても多くの機能を割り当てることができるので、この後紹介していきます。はい、それではまずオービタル2本体の基本操作方法について見ていきます。オービタル2は大きくオービタルエンジン、フラットリング、グローリングという3つの機能がありますので、1つずつ見ていきましょう。はい、まずオービタルエンジンですが、押し込んで機能を実行するスイッチ、回して連続的に機能を操作するダイヤル、倒すことで機能を選択するジョイスティックという操作に利用します。オービタルエンジンは基本的にはこれら倒す、回す、押すの3つの動作を組み合わせて操作します。そしてこのオービタルエンジンにはオービタルエンジンモードとジョイスティックモードの2つのモードがあります。オービタルエンジンモードはジョイスティックを倒す方向によって各機能を選択し、ダイヤルを左右に回すことで機能を実行します。2つのアクションの組み合わせですね。ジョイスティックを倒して機能を選択し、次にダイヤルを回したりスイッチを押す、この操作がオービタルエンジンモードの基本操作になります。一方のジョイスティックモードでは、ジョイスティックを倒した瞬間に機能を実行することができるモードです。こういった感じで倒した瞬間にショートカットが実行されます。初めのうちはジョイスティックモードの方が使い方が分かりやすいと思います。ただ個人的にはオービタルエンジンモードの方がオービタル2の進化を発揮できると思いますので、用途に合わせて使い分けると良いと思います。続いてフラットリングを見ていきます。フラットリングとはオービタルエンジンを囲む形で配置された8つのスイッチから構成されるインターフェースのことです。この各スイッチには単一キーはもちろんなんですが、複数のキーを設定することができます。フラットリングにはキーボードのキーを割り当てることができますが、それだけではないのが面白いところです。フラットリングのスイッチを押すことでフラットメニューと呼ばれる UI メニューを使うこともできます。フラットメニューではフラットリングのスイッチを長押しするとリング上のメニューが出現し、マウスでメニューをフリックすることで様々なキーを実行することができます。もう一つリストメニューを割り当てることもできます。リストメニューではよく使う操作を登録しておくと、スイッチを押すと
マウスの右クリックのようにリストメニューを出現させ、リストからワンタッチで機能を実行することができます。はい、続いてグローリングですが、オービタル2の外周には RGB フルカラーの LED が搭載されています。このカラーは使用中のアプリやプロファイルごとに任意で設定することができ、使用中のステータスを確認することに役立ちます。はい、ここまではオービタル2の基本操作を見てきましたが、実際に利用するためには各スイッチにショートカットキーを割り当てる必要があります。キーの割り当てはオービタル2 Core と呼ばれるアプリケーション上から行います。ここでご紹介する設定はアプリや目的ごとに行いますので、設定のイメージをつかんでもらえればと思います。今回は操作方法が分かりやすいように無料で利用できる Google のスライド小作成ツール Google スライドを例に設定を見ていきます。 Google スライドのキーボードショートカットは公開されているので、そちらを元に Orbital 2にすでに割り当てています。アプリ上での設定はとても簡単で、 Orbital 2 Core を立ち上げると先ほど紹介した Orbital エンジン、またフラットリング、そしてグローリング、この3つの設定が表示されます。この画面からショートカットキーを割り当てていきます。まず Orbital エンジン設定から見ていきます。こちらの設定では Orbital エンジンモード設定とジョイスティックモード設定の2つを設定することができます。今回は Orbital エンジンモード設定を見ていきます。はい、画面上には8つの設定が表示されています。この Orbital エンジンモード設定では8方向にジョイスティックを倒した時に実行できるダイヤルの機能を設定することができます。例えばこのオブジェクトの回転という設定では、ダイヤルを回すと左右に15度ずつオブジェクトが回転するといったショートカットを割り当てています。この設定を開きますと、例えば左回りに15度回転ではオルトキーとレフトキーの入力を実行しています。その他オブジェクトの拡大縮小では、左に回すとオブジェクトを縮小し、右に回すとオブジェクトが拡大されるといった設定を割り当てています。はい、先ほど設定したショートカットがどのように実行されるのか見ていきたいと思います。ジョイスティックを左斜め上に倒してオブジェクトの回転を選択します。そしてオブジェクトを選んでダイヤルを回します。そうするとくるくるとオブジェクトが回っていきます。はい、同じようにジョイスティックでオブジェクトの拡大縮小を選択します。そしてダイヤルを右に回しますとオブジェクトが大きくなっていきます。反対に回しますとオブジェクトが小さくなっていきます。またですね、例えば右下に文字揃えという機能がありますが、こちらにはキーローテーションというものを割り当てているので、ダイヤルを回すごとに左揃え、右揃え、こういったものをくるくると切り替わるように設定しています。このようにオービタルエンジンモードではジョイスティックを倒した時のダイヤルの機能を一つずつ設定していくことができます。回転のほか拡大縮小や色調整など機能別に細かな調整を行うときに非常に便利に使えるのがこのモードの特徴です。続いてフラットリングの設定を見ていきます。先ほどのオービタルエンジン設定同様にフラットリングのスイッチが8つ表示されているので直感的に設定が行えます。フラットリングの設定は比較的簡単で、設定の上にスイッチとポップアップと表示されています。スイッチはシンプルに1つの機能を割り当てるときに利用します。イメージとしてはよく使うショートカットをアサインしておくのがおすすめです。例えば私は一番手前のスイッチによく使うクリップボード管理アプリのペーストを割り当てています。一方のポップアップはフリックメニューやリストメニューを出現させるショートカットです。フリックメニューでは最大8つの機能を割り当てることができます。フリックメニューで設定すると、スイッチを押すと初期設定ではマウスカーソルの位置でフリックメニューが展開されるので、マウスを実行したい機能の方にフリックすると実行できます。一方のリストメニューは8個以上の機能を割り当てることができます。例えばこの配置整列ではリストメニューを割り当てていますが、ここに設定したい機能をどんどん追加していきます。各アイテムの設定は編集から入っていくことができます。ここでは Google スライドのオブジェクトの配置整列の割り当てをしていますが、 Google スライド側では直接のショートカットがないため、メニューから実行するためにプログラムマクロを組んでいます。こうすることでリストメニューから実行すれば簡単に中央揃えを行うことができます。はい、それでは先ほど割り当てたフラットリングのショートカットキーを使ってみたいと思います。フラットリングのここのスイッチを押してみますと、フリックメニューが表示されました。
現在マウスが置かれている位置に対してフリックメニューが展開されます。ここで取り消し線の方にマウスをフリックしてみます。そうすると取り消し線が実行されましてテキストに線が引かれました。もう一度やってみますとメニューが展開されるので取り消し線にフリックする。そうすることによって取り消し線を消すことができました。はい、最後のグローリング設定は利用中のプロファイルやモードによって発光色を設定することができます。例えばオービタルエンジンモードとジョイスティックモードで発光色を設定しておくとスイッチを押すたびに色も変わります。はい、ここからはオービタル2を使ってみた感想についてお話ししたいと思います。私はこのオービタル2の独特の形状やジョイスティックでの操作に慣れるまで1ヶ月は必要かなと思います。例えると初めてトラックボールマウスを使う感覚に近いと思います。トラックボールマウスは慣れるまでは普通のマウスの方が楽に感じる方が多いと思うんですが、オービタル2もその感覚に近いです。私は使い始めの数週間はジョイスティックが軽くて誤入力が頻繁に発生しました。特に斜めは1回で機能を選択するのが難しかったです。ただジョイスティックを倒した後もスライドできるので多少間違っても簡単に修正することができるのでその点は考えられているなと思いました。またジョイスティックで機能を切り替える際にはバイブレーションでフィードバックが得られるのでちゃんと切り替わっていることが手でわかるのも便利だと思いました。そしてこの形状のおかげで手を自然な形で添えながら作業できるので疲れを感じにくくなりました。オービタル2は慣れてしまうとめちゃくちゃ作業がはかどることは間違いないと思います。操作感が軽いため力を入れなくてもショートカットキーを実行できるようになりました。もしオービタル2が手に馴染まなかったとしても数週間は使い続けてみるといいかなと思います。はい、私なりの考えですがオービタル2の握り方や指運びは結構大事かなと思っています。タイピングでも指の位置がおよそ決まっているようにオービタル2でもポジションや運指を決めるだけでかなり操作性が向上すると思います。参考までに私のホームポジションを紹介しますと、まずオービタル2本体は USB ケーブルをまっすぐ上から出すようにしています。なぜかというと単純ですが上を認識しやすくポジションが安定するからです。はい、手は手刀部分をデスクにつけてオービタル2に添えて軽く握るようにして親指、人差し指、中指の3本で操作するようにしています。まずフラットリングですが上の3つのスイッチは中指で押しています。それ以外のスイッチは親指で押すようにしています。なぜそのようにしているかというとこの運指だと手刀の部分をデスクにつけたまま操作しやすいからです。また押す時ですがフラットリングの上に刻まれた丸や三角こういったスイッチの凸凹をですね目印にクリックしています。親指はフラットリングに沿って指を運びやすいですしフラットリングの上の突起のおかげでスイッチも認識しやすいです。続いてジョイスティックですが私の場合は基本は親指を乗せて人差し指を軽く添えて操作しています。なぜそうしているかというと2本指で操作する方が正確に扱えるからです。オービタルエンジンモードではダイヤル操作になるので回転時は2本指での操作になりますしジョイスティックのスイッチを親指1本で押そうとするとぐらついてしまうので人差し指を添えている方が操作しやすいからです。次にオービタル2の購入と同時に揃えたアイテムをご紹介したいと思います。まずポッドスポットと専用スペーサーです。ポッドスポットとはオービタル2専用のアームレストのことです。主に手の手刀部分や腕にかかる重さを分散してくれたりデスクと手が接触するストレスを軽減してくれます。もう一方のスペーサーですがマグネットが搭載されていてポッドスポットに設置した際の安定性や操作性が向上します。ちなみに専用スペーサーがない状態でポッドスポットを使うとオービタル2の USB 差し込み口とポッドスポットが干渉してしまうので専用スペーサーは必ず買った方が良いアイテムです。はい、もう一つご紹介したいのがケーブルマターズの 0.3m の USB Type-C とマイクロ B 変換ケーブルです。同梱されているケーブルが Type-A というのもありますが結構長いので MacBook と直接つなげて使うときはケーブルが邪魔になってしまいます。そこで Type-C に対応しつつ邪魔にならない 0.3m のケーブルを用意しました。少しケーブルが固めではあるんですけれども配線がすっきりしたので MacBook に直接つなげて使いたい方がいらっしゃれば参考になれば幸いです。はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。
ここからは私がオービタル2を気に入っている点を5つお話ししたいと思います。1つ目は手を動かさずに直感的に操作ができる点です。なぜ直感的に操作ができるかというと、キーを実行する際にディスプレイ上にガイドが表示されるので、オービタル2本体を見たり確認したりする必要がないからです。左手デバイスは一旦手を離すとホームポジションを確認する必要があったり、割り当てた機能を思い出すのに一瞬思考が中断してしまいがちです。このオービタル2ではデバイス自体がとてもシンプルなので、ホームポジションを確認する必要がないですし、ガイド表示のおかげで画面から目を離す必要すらないのがめちゃくちゃ便利です。ちなみにガイド表示は等角度で調整できるので、慣れてきたら非表示で使うこともできます。2つ目はジョイスティックで簡単に操作ができる点です。このジョイスティックのおかげで拡大縮小や回転、また調整といった作業を簡単に行えるようになりました。マウスで作業をしているとどうしても思った値に設定できなかったりすることがありますが、そうした時に回転やページアップ、ダウンなどをアサインしておくと作業効率が格段にアップしました。3つ目は設定のアプリケーションがとても使いやすかった点です。セッティングの画面ではキーストロークの他にもプログラムマクロといった高度な設定も簡単に行うことができました。また1回設定した機能を別のスイッチに割り当て直したい時も一から設定する必要がなく、配置編集から簡単に変更することができました。4つ目は上級者モードが便利な点です。オービタル2には上級者モードといった機能がありますが、これを使うことで可能性が広がります。どんな機能かというと、ジョイスティックを思いっきり倒すとその倒した力でその方向のフラットリングのスイッチも同時に押して実行することができる機能です。具体的にどういったことができるのか、私の設定例をご紹介しますと、例えばジョイスティックを下に倒した時、ダイヤルを右に回すと右に進むショートカットキーを設定しておきます。次にフラットリングの下のスイッチにペーストを有効にするショートカットキーを設定しておきます。そうするとジョイスティックを思い切り倒すとフラットリングに設定しておいたペーストが同時に立ち上がるので、ダイヤル操作で目当てのクリップボードを選んで利用することができます。このペーストとの組み合わせは、例えば動画編集でよく使うテンプレートを登録している方にとってはめちゃくちゃ便利な機能だと思います。5つ目は最近リリースされたロガー機能です。オービタル2コアでマクロを登録する場合、アプリ上での設定を思い出しながら登録しなければならないので、間違えてしまうことがありました。そこで先日リリースされたオービタル2ロガーというアプリを利用すれば、自分が使うソフトを利用しながらキーを順番に登録することができるので、プログラムマクロの設定がスムーズに行えました。プログラムマクロをよく使う方にはこのロガーは必須だと思います。ここからはオービタル2の気になる点について3つお話ししたいと思います。1つ目は同梱のケーブルが USB-A2 マイクロ B だった点です。私は Mac を使っているのですが、 Mac のポートは USB Type-C なのでそのままでは利用できませんでした。このような Type-C に変換するアダプターを用意しました。2つ目はフラットリングの斜めのスイッチが若干押しづらい点です。このスイッチは単独のスイッチではなくて、斜めのスイッチを押した時に隣り合う2つのスイッチが同時に押されることで確定するといった仕様です。そのためうまく押さないと実行されないことがあります。この問題はスイッチ感度を調整することで解消できました。スイッチの感度の調整は環境設定のスイッチ感度から設定できます。1は最高感度でクリック判定が早いので、私は4に設定していますが、初めは4や5あたりで設定すると誤入力はかなり減らせると思います。3つ目は価格が高い点です。オービタル2は35,200円するんですよね。買おうか悩んでいる方の中には価格的にちょっと高いんじゃないかなといった方もいらっしゃると思います。私もめちゃくちゃ悩みました。私の場合1日を通してずっと触っているものへの投資は惜しまない方がいいんじゃないかなと自分に言い聞かせました。例えばマウスやキーボード、ワークチェアといった手や体に触れる時間の長いアイテムへの投資ほど結果的には自分自身の作業のストレスや疲労の軽減につながるので、長期的には恩恵の方が大きいと判断しました。はい、今回はブレインマジックのオービタル2をレビューしました。まもなく新しいモデルのオービタル2スターナも発売されるので楽しみですね。オービタル2は一つの動画では紹介しきれないくらいたくさんの機能があるのでかなり長くなりました。また別の動画でもオービタル2について取り上げていきたいと思いますので、もしよかったらコメントいただけると嬉しいです。このチャンネルではガジェットやデスク周りのアイテムを紹介していますので、グッドボタン、チャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴くださって本当にありがとうございました。Now there's nowhere left to run, even
the stars aren't out tonight, when it's all been said